こんにちは。今日は袖なしのプルオーバーを作っていきます。肩から裾にかけて広がるように編んでいきます。とても可愛いシルエットになります。模様編みはこんな感じで V と玉編み2つ V と玉編み2つ、あまり難しくはない模様編みだと思います。作り方はまずこんな感じで長方形を編んでいきます。これを2枚用意して、これが前身ごろ、後ろ身ごろも同じように編んで、で肩を縫い合わせます。でここが首が通るところで、ここが脇の下、前身ごろと後ろ身ごろを鎖でつなぎます。でここが袖ぐりになります。こっちも鎖で前と後ろをつなぎます。あとは好きな長さまでぐるぐると編んでいきます。これだけで出来上がります。この最初の長方形を編めたら、あとは大丈夫だと思います。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸は、これはセリアさんとキャンドゥさんで売っているニュアンスモヘア。カラーナンバーは9番。材質はアクリル 25g で 102m。使用かぎ針の目安は4から6。これを今回2本一緒にして編んでいきます。針は10号を使います。でこの糸はこんな感じでモヘア調の糸になっています。で太さはだいたい 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。まず鎖を編んで少し広がるように編んでいきます。もう1枚作ります。こっちが後ろ、こっちが前。作り方は同じです。ただ幅だけ違っています。前の方が後ろよりも少し広くなっています。でこれを合わせて型にします。その時には上下を逆にして重ねて端から縫い合わせます。でこれが型になります。端から合わせると前の方が広いので前が余分に下がるようになっています。こんな形の襟ぐりになります。で肩と襟ぐりができたら、次はこの角を鎖でつなぎます。で肩と脇の下がつながると、ここが袖ぐりになります。こっちも同じ袖ぐりで、その後は裾まで続けて編んでいきます。これで出来上がります。まずこの鎖の数について、この後ろ身ごろから見ていきます。この幅はご自身の肩幅と、あと肩から腕にかけて立てるような形のところ、これは好みの長さになります。
私は女性ものの L サイズで、ちょっと肩幅が広いので、今回は52センチに作っていきます。これはお体のサイズや、あと好みによって変わってきます。好みの長さにしてください。52センチにするために、私はこの糸で鎖53。この模様は鎖4つでできています。1、2、3、4。なので最初の鎖は4の倍数プラス1。好みの長さで4の倍数プラス1にします。これが作りたい幅。それに少し模様を増やして、合わせたときに前が少し残るようにします。なのでこの後ろ身ごろが出来上がりのサイズになります。このサイズで考えていきます。鎖編みをしていきます。この糸足を後で肩を縫い合わせるときに使えるので、少し長めに残しておきます。だいたい縫い合わせたい長さの3倍ぐらい残しておきます。で3倍ぐらい残してスタートします。この鎖編みは少しだけゆったりと編んでいきます。これを好みの長さにするんですが、この鎖編みの状態よりも次に細編みを編んでいって、その細編みを体に当ててみてイメージを確かめる方が長さを決めやすいと思います。なのでこの鎖編みは作りたい長さよりも少し長めに作って、で1段目の細編みを編んでからそれを体に当ててみて好みの長さでストップします。それを4の倍数プラス1にします。この鎖は作りたい長さとあと少し長めで作っていきます。作りたい長さと少し余分に鎖を編んできました。次に細編みを編んでいくので、この細編みを編んでそれを体に当ててみて好みの長さでストップします。この鎖よりも細編みの方がイメージしやすいと思います。私の場合は鎖の数が決まっていて、鎖53に細編み53で、まだ決まっていない場合には細編みを編んでいって、でここぐらいで大丈夫だったらここでストップして次の段を編んでいきます。余分な鎖はほどいておきます。でちょうど好みの長さにします。まず細編みをするので鎖をもう一つ戻って2つ目に細編みで裏返して、私はこの裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、次もここで後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、このまま一つに一つの細編みをしていきます。で数が決まっている場合には端まで、でこれからサイズ調整をする場合には好みの長さまで、そこでストップして次は2段目のこの部位を編んでいきます。端まで編んできました。次は2段目、端まで編んできました。次は2段目、2段目はこの部位と長編み、部位と長編みと編んでいきます。
まずゆったりとした鎖一つ裏返します。で、鎖の根元に長編み、ここに長編みをします。普段は鎖3つで最初の長編みの代わりにするんですが、今回はこの鎖1つと長編みで最初の長編みの代わりにします。これで編む方がこの部分がきれいに出来上がります。で、今編んだこの部分、針のすぐ下、ここにマーカーをつけておきます。最初は少し見分けにくいのでマーカーをつける方がいいと思います。次は V、 足元1つ飛ばして2つ目に V、 鎖1つ同じところに長編みで V、 次も足元1つ飛ばして2つ目長編み、これを続けていきます。次は V、 足元1つ飛ばして2つ目、こんな模様で編んでいきます。これで端まで編んでいきます。V を編んで端まで来ました。一番端の細編みに最後の長編み、2本の糸の下、これで2段目が終わりました。次はこの玉編み、この部位に針を入れて玉編みをしていきます。また少し大きめの鎖1つ裏返して根元に長編み、で V に針を入れて玉編みをしていきます。玉編みは未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで長編みを編むようにして V の中2本から引き抜きます。長編みを完成させてしまわずにもう一回同じように未完成の長編み V の中でまた2本から引き抜きます。これで未完成の長編み2つ一度に引き抜いて玉編み鎖1つ同じ玉編みをもう1つ一度に引き抜いて玉編み2つになったら
長編みの上に長編み、これで編んでいきます。また V の中に玉編み、で長編みの上に長編み、ここには鎖がなくて真ん中だけ鎖一つ、繰り返していきます。やりにくい時には指で押さえて、で長編みの上に長編みで、これで端まで編んでいきます。玉編みを編んで端まで来ました。端の長編みに最後の長編み、このマーカーをつけていたところ、この2本の糸の下、これで3段目が終わりました。次はまた V、 これを繰り返していきます。でまた大きな鎖一つ、根元に長編み、でまた V を編んでいきます。今度はこの玉編みの真ん中、このスリットに針を入れて V を編んでいきます。長編み、鎖、長編み、これで V ができました。また長編みの上に長編みで V、これで端まで編んでいきます。端まで編んだら次はこの玉編み、長編みを編んで玉編みで V、 玉編みと編んでいきます。で今回広がるように編んでいくので、私はこの部分まで、この玉編みの間の長編みを一つ、途中から2つにしています。で私の場合は約ここから2本になっていて、それまでは約11センチ、全体が22センチぐらいなので、その半分ぐらいまでで玉編みで終わって、次で長編み2つにしています。
とりあえずここまで編んでいきます。だいたい10センチぐらいまでこの模様を続けていきます。約11センチ編んできました。最後は玉編みになっています。玉編みの数を数えていくと1、2、3、3つになっています。次はこの長編み2つのところ、まずこの玉編みと玉編みの間の長編み1つに長編み2つ、次からまた2つ、この間の長編みを2つにしていきます。ここまでは1つ、ここからは2つで、ここはだいたい10センチ前後でいいかと思います。次は V の段を編んでいきます。端の長編みは1つ、次は V、次は長編み2つ。今までは1つだったんですが、これからは2つ。同じところにもう1つ。ここは V で間に鎖1つ。ここは長編み2つ。次また V。でまたここを2つ。次もこの長編みを2つ。で次もずっと同じ。端まで同じように編んでいきます。次の玉編みの段では長編みの上に長編み1つ、次も1つ、合計で2つにします。まず1つ目、次に2つ目で玉編み、端に長編み1つ、玉編み、長編み2つで玉編み、これを端まで繰り返していきます。次は V、 V と V の間も長編み2つ、2つ、次も2つ、2つと編んでいきます。この長さは私は約21センチ。ただ21センチだとちょっと広くなるかと思います。袖縫い広めになります。もうちょっと短い方がいいかと思います。で、最後は玉編みになっています。私はここでちょうど好みの長さにならなかったので22センチ。ちょっと広めの袖ぐりになります。で、私の場合は玉編み6個になります。で、これで同じように編んでいきます。前身ごろの上の方と後ろ身ごろの上の方を編んできました。私は後ろ身ごろを約52センチで、長さは22センチで、前は60センチ、前の方が幅が広くなっています。この模様2つ分広くなっています。約8センチ広くなっています。次は肩を縫い合わせます。端からマーカーをつけたところまで、こっちも端を合わせて、でマーカーのところまで縫っていって、残ったところが襟ぐり
こんな形になります。で、表と裏を確認します。この玉編みが表の方が表。そうするとこの細編みも表になっています。これが表。こっちは裏。後ろ身ごろも同じ。表、裏。で、肩を縫い合わせるときには内側を表にします。なのでこっちを裏返してでマーカーをつけていきます。これは好みです。私は端から約11センチにマーカーをつけました。模様を見ていくとこの部位の123の次の長編み、こっちも同じ、こっちも同じ、端から11センチ、模様を見ると3つ目の部位の次の長編み、反対側も同じで、端を揃えてここからここまで縫っていきます。で、この長い糸端は切らずに残しておきます。で、今裏が上、糸端が残っていたらこれを使います。どちら側から縫っても大丈夫です。糸端がなかったら新しい糸を持ってきます。で、端は2回、この2本の糸の下、こっちもで、もう1回同じところ、次から1つずつこんな感じで合わせていきます。2本の糸の下、次もこのままマーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで来ました。またここでも2本の糸の下、ここまで縫ったら実際に頭を通してみて、ここの広さがちょうどいいかを確認します。これは今広めだと思います。ちょうどいい広さになるようにあと少し縫っていってもいいと思います。これでよかったら端は2回、で、あとはほどけないように留めていきます。反対側も同じように縫い合わせていきます。両方の肩を縫い合わせました。今表が上になっています。次は脇の下をつないで袖ぐりを作ります。ここが肩で、ここが長方形の角のところ、
前身ごろの角と後ろ身ごろの角、ここを鎖5つでつなぎます。今糸が出ているのでこれを使います。こっちも同じ。どちら側から編んでも同じです。ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5、反対側の角で上から針を入れます。この一番端の長編み、引き抜いてつなげます。これが袖ぐりになります。もしここで腕を通してみてきつかったら、この前身ごろの上のところ、ここをもう少し続けて編んでいきます。前と後ろ同じだけ長くしていって、それではまた改めて鎖5つでつなぎます。で、大丈夫だったらこのままで鎖1つ編むようにして糸を切ります。少し15センチぐらい残しておきます。で、反対側も同じように糸が残っているので、これで鎖5つ、1、2、3、4、5、反対側の長編みの上、これで両方とも袖ぐりができました。こんな感じになります。あとは向きを元の状態に戻して、またこういう向きで編んでいきます。今度は筒状に編んでいきます。で、新しい糸を持ってきます。左右どちら側から編んでも大丈夫です。私は今前身ごろを向こうにして、でこの右側から編んでいきます。あとは筒状に編んでいきます。模様を揃えたいので、次は裏返して裏を上にして編んでいきます。始めるのは鎖の上、左右どちら側からでも大丈夫です。で、鎖5つあるうちのこの始め、1、2、3、4、5、この1つ目に針を入れます。上が2本で下が1本。新しい糸、編みやすいように結び目を作っておきます。糸を出してきて、また少し大きめの鎖1つと根元に長編み、これで長編みで、次は V を作ります。足元1つ飛ばして2つ目に V、足元1つ飛ばして2つ目に長編み、
この長方形の角、この長編みの上にも長編み、これで模様がつながりました。で、今までと同じように編んでいきます。真ん中に V、 で長編みの上、ずっと編んでいって、次の鎖でも同じ、もう一方の鎖まで来ました。また角に長編み、一つ目の鎖に長編み、足元一つ飛ばして二つ目に V、一つ飛ばして二つ目に長編み、次も長編みで、これで模様がつながりました。で V、 このままスタートしたところまで戻っていきます。スタートしたところの近くまで来ました。今 V を編んだところ、長方形の角の長編みの上、長編みをします。最初に長編みを編んだところ、引き抜いてつなげます。これで模様がつながりました。次はこの玉編み、裏返して表を上にして編んでいきます。まず大きな鎖一つ、裏返して根元に長編み、この長編みの上に長編み、次は玉編み、今までと同じです。で、ぐるっと編んで引き抜きます。次にまた裏から編んでいきます。少し伸ばして整えて、平らなところに置いた状態で、この脇の下の鎖から20センチ編んできました。上から測ると約42センチ。私は身長160センチで着てみたんですが、もう少し長い方がいいかと思いました。あと何センチか。私は糸がなくなったので、これぐらいで終わりにします。ちなみに玉編みの数は1、2、3、4、5、6、6個。好みの長さにします。もっとずっと長くしても暖かくていいかと思います。短めにすると可愛い印象になります。で、好みの長さになったら、最後は細編みを編んで一周します。で、今表が上になっています。この玉編みが表で、これから編む細編みも表で編んでいきます。まず鎖一つで、長編みの上に長編み、全部一つに一つずつ編んでいきます。で、次はこの玉編み、次はスリット、次は玉編みで、長編みの上、次も
全部一つに一つずつ、次も一つずつ、こんな感じでまっすぐになるように編んでいきます。でもしちょっと膨らんだ形にしたいときには、このスリットに細編みを何個か編んでいくと少しアーチになります。私は今回こんな感じでフラットな形になるように編んでいきます。このまま一周します。一周編んできました。最後の長編みに最後の細編み、これが最後の細編み。少し長めに糸を切って最後の細編みから糸を抜きます。でとじ針で始末します。これが最初の細編み。最初の細編みの手前から向こうに針を入れます。2本の糸の下。これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。上から入れて、この部分も通って裏に出して整えます。あとは裏でほどけないように隠します。でさっき脇の下を鎖でつないだ時に糸端が残っているので、今裏が上の状態。ここで穴が伸びて目立つ時にはこの糸端を使って整えておこうと思います。で目立たなければそのままで大丈夫です。他にも糸ができたら隠しておきます。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。裾は短めで、横幅は広め。とても可愛いシルエットになっています。で脇の下は鎖5つで、これが余裕分になっています。袖ぐりが広くなって肩が動かしやすくなっています。で最初の長編みを工夫して、でここを縁編みしなくても綺麗な縁になるようにしました。襟ぐりを広くしてすっきりとして見える形にしました。
で、前を少し下げたので着心地も楽です。で、サイズを測りました。上から下まで42、横幅50と68、襟ぐりは66、脇の下から裾まで20センチ。この長さはお好みにしてください。で、使った糸は 210g。この玉の数で言うと8玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。